今回はこちらのソフトを解説。ネオジオオンラインコレクションボリューム5画廊伝説バトルアーカイブス1です。良いところ悪いところロード比較グラフィック比較もします。それでは動画スタート。まずはこのソフトの説明です。ネオジオオンラインコレクションボリューム5として画廊伝説バトルアーカイブス1が発売された。ライバルのカプコンのストリートファイターシリーズとは違い、プレイステーションやセガサターンに画廊伝説、画廊伝説2、画廊伝説スペシャルは移植されていなかったので、これは嬉しかった。画廊伝説3はサターンに移植されていたが、出来は残念な出来になっている。オンラインコレクションなのでオンライン対戦ができるのも売り。現在はオンラインサービスは終了しているが、特に現在も人気のタイトル画廊伝説スペシャルがオンライン対戦できたのは良かった。そんな画廊伝説バトルアーカイブス1は2006年7月20日に発売。定価は5040円税込みとなっていた。その後2008年5月29日にザ・ベスト版として廉価版も発売された。初期の画廊伝説4作品が楽しめる画廊伝説ファン向けのソフトである。プレイステーション2画廊伝説バトルアーカイブス良いところ。1つ目、ネオジオコレクションとして発売されたので1本でリアルバウトまでの初期の画廊伝説4本が楽しめた。正直それまでアーケード版に近い移植作品が出ていなかったので、これは嬉しかった。私はすぐに買った。2個目、どのタイトルもネオジオ CD からの移植なので、移植度はどのタイトルも高い移植度、ほぼ完全移植と言ってもいい出来になっている。3個目、 BGM をアーケード版オリジナル BGM とネオジオ CD 版のアレンジ BGM の2種類から選ぶことができる。気分によって今日はオリジナル、いやアレンジにしようかなと選べるのは良かった。4個目、隠しキャラの条件がなく最初から使える。画廊伝説スペシャルの両坂崎は乱入すればすぐに使えるし、画廊伝説3のボスキャラ3人もコマンドを入れないといけないが、ネオジオ版のように条件がないので使いやすい。5個目、初代画廊伝説では他のハードには移植されていなかった乱入時の CPU との2対1のバトルもちゃんと移植されていて楽しめる。スーパーファミコンやメガドライブだとハードのスペックが足りなくて無理だったから移植されなかったんだろう。6個目、ネオジオオンラインコレクションとして発売されたのでオンライン対戦が楽しめた。オンラインサービスは2010年9月20日にサービスは終了しているので現在は楽しめないのは残念。画廊伝説スペシャルがオンライン対戦できたのは良かった。7個目、ボタン配置も自由に設定ができて良かった。特に同時押しも設定できたので画廊伝説2スペシャルではライン移動がワンボタンで移動可能に。特に良かったのが画廊伝説3でスウェイがワンボタンで出せるようになり、2種類のスウェイが使い分けができるようになった。ありがたや。8個目、キャラクターのカラーエディット。自分好みのオリジナルカラーで対戦が楽しめるのは良かった。奇抜な色にしたりいろいろ楽しめた。9個目、ロード時間はタイトルを選択時に一括で読み込むので途中のロードがほぼなく快適にプレイすることができた。プレイ中に読み込んでいるのは BGM のみなのでソフトを抜くと BGM なしでそのままプレイすることができる。10個目、ネオジオベタ移植だがコンティニューの制限がないのはいい。ネオジオ版はコンティニュー制限があり、対戦しててコンティニューがなくなったらリセットしないといけないし、 CPU 戦でもコンティニュー回数の制限があるのでクリアできないことも。コンティニュー制限がないのはありがたかった。11個目、プレイステーション2での発売なので周辺機器も充実しており、ホリのリアルアーケードスティックとはじめとしたいろいろなコントローラースティックで遊ぶことができた。今はコンバーターを使って最新のアケコンをプレステ2で使うことができるので助かる。12個目、画廊伝説3はまともな移植がなかったのでこれは良かった。サターン版は処理落ちしてどうしようもないし、ネオジオ CD はステージの最初にブラックアウトして壊れた、そんな不安な気持ちにさせる移植度。ロードもクソ長かったし。プレイステーション2画廊伝説バトルアーカイブス1、残念なところ1つ目、良くも悪くもネオジオ CD からのベタ移植。ゲーム自体に追加要素は一切なく本当にベタ移植。追加要素なんか欲しかったな。2個目、ベタ移植なのでモードの追加もなく VS モードやトレーニングモードもない。せめて VS モードぐらいは欲しかった。なんで対戦するのに乱入するしかない。買った側がキャラを変えたい時にはタイトルに戻るしか方法がないのも面倒。3個目、初代画廊伝説はスーパーファミコン版メガドライブ版では対戦の時に敵キャラを使うことができたが、ベタ移植のため主人公3人しか使うことができない。それはそれで寂しかった。
4個目、画廊伝説2も他の移植作品では三頭身とクラウザーが使えたが、それも使えない。メガドライブ版なんか超必殺技まで使えたのに、ベータ移植だからボスキャラの4人が使えない。5個目、画廊伝説スペシャルでは両坂崎が使えるのは良いが、対戦の時のみに使える仕様。 CPU 戦では使えないのであまり意味がない。スーパーファミコン版は普通に CPU 戦で使えたのに残念。6個目、 CPU のロジックがネオジオ版そのままなので超反応は健在。結局はめないと勝てない CPU 戦。普通に戦っても超反応でやられてしまう。難易度マックスのギースなんかはめても負けることがある。7個目、画質だが少しぼやけた感じの画質になっている。 S 端子で出力してもぼやける。綺麗に出力できないのか。8個目、 D 端子コンポーネント端子だとオープニングメイン画面は映るが、タイトルを選択したところから映らなくなる。いきなり映らなくなるので最初はPS2 壊れたと勘違いした。 S 端子までしか映像を出力できない。 D 端子で接続していたら映像端子をつなぎ直さないといけない。マジでめんどくさい。9個目、本当にベタ移植。調整もされていないのでシビアなコマンド入力もそのまんま、 CPU の超反応もそのまんま、モードセレクトがないのもそのまんま、そのまんまのベタ移植。ちょっと調整して欲しかった。10個目、中古価格が高くなっていて手に入りにくくなっている。以前の中古価格は2000円ぐらいだったか、ここ最近5000円ぐらいで販売されている。ほぼ定価と変わらない価格で売られている。ここ最近のレトロゲームの高騰はレトロゲーマーには辛い。11個目、そしてなぜかリアルバウト画廊伝説シリーズが収録されている画廊伝説バトルアーカイブス2はダウンロード販売しているが、なぜかこの画廊伝説バトルアーカイブス1は販売されていない。当時なんでじゃと何回も見直した。ロード比較。今回はバトルアーカイブス1でどのタイトルがロードが速いか測っていきます。タイトルによってロード時間に差が出るのか比較スタート。タイトルを選択したらカウンタースタート。カウンタースタートしました。タイトルによってロードに違いが出るのか。初代画廊伝説 4.73 秒、画廊伝説 6.63 秒、画廊伝説スペシャル 8.73 秒、最後に画廊伝説3 11.83 秒。一番早かった初代画廊伝説との差は 7.01 秒。やはり読み込みの容量の差で順当にタイトルのリリース順となりましたね。続きまして、プレイステーション4明らかネオジオ版と比較します。プレイステーション4とプレイステーション2、ハードの差が出るのか出ないのか見ていきましょう。今でも人気の画廊伝説スペシャルで比較します。キャラクターを選択して画面が切り替わりだしたらカウンタースタートします。ハードの性能差は出るのか。カウンタースタート。ほぼ同時だ。少しだけ、ほんの少しだけプレイステーション4版が早かった。 0.23 秒。続いてプレイステーション2版 7.36 秒。ほんの少しだけプレイステーション4版が早かった。その差は 0.17 秒。プレイステーション2も早かった。グラフィック&サウンド比較。今でも大会が開かれる人気タイトル画廊伝説スペシャルで比較します。プレイステーション2版と比較するのは先ほどに引き続きプレイステーション4明らかネオジオ版画廊伝説スペシャルと比較します。プレイステーション2は HDMI コンバーターで出力。使っているコンバーターは概要欄にリンクを貼っているので気になる方はチェック。個人的に大好きなギースステージで比較。発色の違い、グラフィック、サウンドの違いはあるのか。プレイステーション2、プレイステーション4、同時比較です。発色、色合いが違いますね。プレイステーション2の方が発色が強いです。 HDMI コンバーターの癖もあると思いますが、プレイステーション4の方が落ち着いた感じの色合いになってますね。画質は両方ともなんか少しぼやけた感じの画質になっています。今回は画廊伝説バトルアーカイブス1、こちらの方を解説&比較しました。
個人的にはね、今までこのソフトが出る前にいろいろ画廊伝説は移植されていたのですが、まともな移植作品がほんと出てなかったので、すごくありがたかったです。ネオジオ以外でほぼアーケード版に近いね移植作品が楽しめたのは、多分このバトルアーカイブス1が初めてかな。スーパーファミコン版のね画廊伝説、初代画廊伝説はひどかった。スペシャルもね必殺技が出なかったりとね、ちょっと画廊伝説スペシャル PC エンジン以外の画廊伝説スペシャルはちょっとひどいね移植が多かったので、それも残念でした。で、画廊伝説3に関してはネオジオ CD 版もねちょっと問題があったのでね、ちょっとまともな画廊伝説3が出てなかったので、このソフトが出た時に速攻買いましたよ。ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。皆様のね思い出とか感想がありましたらコメントどしどし入れてください。それではまた違う動画でお会いしましょう。バイチャ。